の名前は？自分の名前も、何もかも思い出せないんです。誰が書いたかは知らないが、書き置きに色々書いてあったから、考察することは可能だよ。あれ、書き置きやアイテムがない？確認のために戻ってみましょう。中に何か入ってる。私の回収したアイテム、なんで？とあるアイテムと取引してもらえねえか？これって、変な夢だったな。不思議なものを見つけたんだ。これは、矢印？この矢印。というか、模様入りテラコッタ。一体、何なんでしょう？ね、不思議だろう？私も初めて見たよ。この矢印の方向。まさか。もしかして、何かわかったのかい？これはですね。矢印の指す方角が何かに関係あるってことです。それはそうだろうね。とりあえず、矢印の方向へ進んでみましょうよ。確かに、この矢印が何なのかはわからないけど、何か手がかりがあるかもしれないね。こっちの方角と。それにしても、肩や体が重いな。まあ、こんな状況だし、疲れが溜まってるんだろう。おまけに変な夢も見るんですよね。夢？私が村に行き、村人さんに取引を持ちかけるんですが、エメラルドがないって言われて、代わりに別の、何か、と取引してくれって言われるんです。それでその、何か、って何なんだい？それが、私にもわからないんですよ。肝心なところが雲がかってるって感じだね。でも、夢は自分の記憶や、心理的な部分が現れるっていうし、もしかして、君の記憶に関係することなのかもね。私の、記憶。そういえば、イユさんは、自分の記憶について、何か思い出したことはありますか？私かい？いやー、特にないかな。君のように、夢を見ることもないし、今のところ、手がかりすらない状態かな。この名前も仮名だしね。矢印の方向が、廃墟に当たったね。ここに何か手がかりがあるんでしょうか？見た感じ、そこら中にある廃墟と変わらないけど、地面や壁にも、手がかりらしきものは見当たりませんね。となると、あの矢印の意味は一体？もしかして、何かひらめいたのかい？呪文を唱えると隠し部屋が出現するとかありませんかね？そんなおとぎ話じゃあるまいし。いや、そうとも限りませんよ。まずは何事も試してみましょう。開けごまー。何も起こらないよ。あれ？おかしいな。これで開いたら、ロマンがあってかっこいいと思ったんですが。それは、君のただの願望じゃないか。そうだ、試しにイユさんもやってみてくださいよ。私？はい、誰が呪文を唱えたかによって、結果が変わるかも。なのかな？でも、やってもないのにできないって決めつけるのは、良くないですよ。開け、ごま。声が小さいですよ。開けごまー。やっぱ何も起こりませんね。もう絶対にこういうのには乗っからない。しかし、矢印のことといい、謎が増えていく一方ですね。この辺りって。あれ、イユさん、どうかしました？いや、昨日は私の回収したチェストを確認して回っていただろう？はい。そういえば、イユさんが紛失した書き置きナンバー5は見つけましたが、まだナンバー6が入っていたチェストは、確認していませんでしたね。その書き置きナンバー6を見つけた場所が、ここら辺だったなぁ。と思ってね。それで、その場所はどこなんです？あそこ。廃墟が崩れて洞窟みたいになってるだろう？あそこで見つけたんだ。ここですか。それにしても、何か出てきそうな雰囲気ですね。大丈夫、中の空間はそれほど広くないし、火が出ているうちは、モンスターも出てこないと思うよ。このチェストかな？ごまだれー。書き置き発見。あとは鉄と、食料類かな？
ここのアイテムも、私が回収したはずなんだけどな。イユさんドジっ子説に1票。その疑いは前回晴れたんじゃなかったのかい？まあまあ、冗談ですよ。それでは早速書き置きの方を。あれから何日くらい経っただろうか。疲労からか肩や腰が重いが、それ以外はあの子がいるおかげで順調のように思える。ただそれでもわからないことも少なくない？しかし、あの子は今回の件で相当落ち込んでいるようだ。あの子？そう、前回のナンバー5にも少し出ていたけど、あの子、という存在のことが書かれているんだ。一体その、あの子、とは何者なんでしょうか。まあ、そこまでは今の状況じゃ、さすがになんとも言えないけど、ただ、この世界について、何かしらの事情を知っている人物がいた。っていうのは明らかだね。お、すごいいいリアクション。だって、なんだかこの世界の核心に、少し近づいたような気がして。そうだね。でも肝心なところが、いつもわからずじまい。掴んだと思ったら、いつも霧のようにすり抜けていく。お、そうだ。確か、まだ書き置きナンバー7を読んでいなかったね。そういえばそうでしたね。矢印のことに気を取られて、すっかり忘れていました。そっちもかなり重要なんだから、忘れないであげて何探索中、奇妙な文章が記されたメモを見つけた。このメモは一体何なのか。何かのメッセージなのだろうか。しかし2ページ目に書かれていたことなら心当たりがある。探索中見つけたあれのことだろう。まずはそこを調べてみよう。今度は、奇妙なメモ、ですか。この書き置き自体が奇妙なメモのような気もしますけどね。そこは突っ込まないであげて。にしても、現状、そんなメモは見ていませんし、これも、わからずじまい、ですね。イユさん、どうかしました？いや、書き置きに書かれていた、探索で見つけたあれ、って、一体何のことだろうと思ってね。ほら、ここには廃墟しかないのに、的確に、あれ、って言ってるってことは、相当目立つものか、印象に残ってるものってことだろう？確かに。その、あれ、ってのを探すためにも、一度廃墟群の方を探索してみますか？いいね。私もまだあの辺りは探索していないから、目新しいものがあるかもしれないね。そうとなれば、日が沈まないうちに、早速向かいましょう。しかし、近くで見ると、相変わらずすっごい迫力ですね。そうだね。この建物たちは、一体誰が何のために建てたんだろうか。やっぱりイユさんも、そこが気になりますよね。ここには昔、高度に発展した文明があって、そこに住んでいた人たちが、長い年月を経てこの建物たちを建て、国にまで発展した。しかし、人々の争いが起き、国は滅び、一夜にして文明は崩壊した。っていうのが、私の推測です。へえ、それで、その推測へ至った根拠は何かあるのかい？ないです。まあ、ある程度予想してたけどさ。イユさんはこの廃墟について、何か考察したことはありますか？よかったら、ぜひ聞かせてください。そうだね。私は、この世界に人は住んでいなかったと思う。まずおかしいのは、この世界に無数に点在する廃墟たち。まあ、確かに一面廃墟だらけってのはおかしいですけど。違う。おかしいのはそこじゃないよ。どういうことですか？君はこの廃墟たちを見て、何か違和感を感じないかい？違和感。この廃墟たちにはね、入り口は愚か、中に空間がないんだ。普通建物なら、中に居住スペースやら、何かしらの空間があるだろう？だけどそれがない。つまりこの廃墟たちは、少なくとも人が住む目的で作られたのではないってことだよ。そんな。じゃあ一体この廃墟は何なんです？そして何のために作られたんですか？それはね、私もわからないんだけどさ。いいところだったのに。でもこうやって、この世界について想像を膨らませていくのは、面白いよね。もしかしたら、この廃墟が一つの大きな機械で、何かを成し得るための実験場だったとか。はたまた、この世界は巨大生物の体の一部で、廃墟はその生物の外殻の一部だとか。考え出したらキリがないけど、まあ、何かを知るって意味では、この世界も、案外魅力的な世界なのかもね。そう言ってイユさんは、水平線まで続く平野に目を向けた。
この平野が、書き置きに書いてあった、スーパーフラットなのだろうか。しかしなぜだろう。無限に続く、平地を見つめる彼女の瞳が、私には、泣けてしまうほど、悲しく見えてしまった。それにしても、スーパーフラットは見れましたが、他の手がかりが見つかりませんね。そうだね。チェストの一つでも、見つかればいいんだけど。イユさん、チェストがありましたよ。本当かい？今そっちに向かうね。いやー、書き置きが入っているといいですね。早速開けてみよう。書き置き発見。さーて、ナンバーはなんだこれ。